日本人って恩とか権利をごっちゃにする人が多いので、欧州とかアメリカとか契約社会とか法律の社会に行くと、恩なんて別に法律上何の権利でもなくて、法律上に認められてる権利の方が重要だよねっていう形になったりするんですよね。権利と恩の違いがわからない人たちっていうのをタイトルにしたんですけど、ツイッターかなんかで見たんですけど、戦略ゲームをやってる人がいたんですよね、日本人の人で。で、どんなゲームかっていうと、なんか資源を抑えて、で、その資源を取って、で、兵隊を作って、で、そのお互いに戦争し合うっていう。で、こちら側の同盟に所属している日本人の人がここにいて、で、こっち側には、敵の同盟があって、で、そこにまた、外国人の人がいて、で、ちょうどこう前線だったんですよね。で、その前線のところで、なんか間に取りたい資源が2個ありますと。で、そういう時に、その相手の隣のね、外国人の人から、そこの資源2個欲しいって言われたんですよ。で、日本人の人が、まあまあ、じゃあ欲しいんだったらいいよ、譲ってやるよっていうので、譲ってあげたんですよ。で、その後時間が経って、その後、やっぱりお前、どいてくれよ、その町って言われたんですよ。で、日本人としては、いやいや、そこの資源2個譲ってあげたのに、毒とかなくねみたいな。で、ここはもう譲れないから戦争しようぜみたいな話になったっていうので、で、そういう話になったっていうのを、自分の同盟の中でしてたら、そもそも論最初に2個譲るお前が悪くねっていうのが、この同盟の中の外国人にも言われるっていうので、考え方違うんだなっていう話になったっていうのなんですけど、割と日本の人が考えがちなんですけど、要は、一個ずつだったらまだわかるんですけど、じゃあこれを譲ったから、譲った恩を渡した。だから、その恩に対していつか報いてくれるだろうっていう、そういう考え方を割と日本人の人ってしがちなんですよね。で、日本の中では、それで考え方が同じようなことを考えてるので、なんか、お歳暮みたいな、渡したら帰ってくるみたいな、年賀状な送ったら帰ってくるみたいな、なのでなんか恩を与えたら、じゃあそれに対して見返りが来るっていうのが当然だよねっていう風なのが、島国として成立してるんですよ。でも、他の国ってあまりそういう思想、考え方じゃない国が多いんですよね。椅子取りゲームっていうゲームがあって、で、じゃあ10人いたとしたら9個椅子がありますって言って、で、その1人だけはぶれて、あぶれて椅子座れなくて、じゃあその人落ちて、また椅子1つ減らしてってゲームがあるじゃないですか。で、椅子取りゲームって、島国の場合って、人が増えないっていう前提で成立してるんですよね。人が増えないから、じゃあ椅子が9個だったら、じゃあそれで何とかしようねと。で、日本人的に解決しようとすると、じゃあ椅子が1個足りないんだったら半分ずつ座ればいいよね、みたいな形で解決しようとしちゃうんですけど、大陸、例えばヨーロッパ、ユーラシア大陸って、どっからともなく人が湧いてくるんですよ。島国じゃないので、島国って海を渡って人が来るのがなかなか難しいんですけど、例えばじゃあシリアでじゃあ何か戦争がありましたっていうと、シリアの人たち100万人とかがヨーロッパに来ちゃうんですよ。で、そうするとじゃあ、椅子取りゲームだと思ってたら、なんか人間の方が倍に増えたりするんですよね。なので、じゃあ親切に椅子を渡したとしたら、その椅子は取られて終わりでもう帰ってくることはないっていうのが結構現実的な話なんですよ。返したいと思っても、もう、お金だったり、じゃあ、なんか資源だったりっていうのが、もうそもそも限界あるよねっていうのだと、せっかくもらったけど返すほどの余裕はありません。だから返せませんが当たり前なんですよね。っていう感覚が割と大陸というか、アメリカの人もそう考えるし、割と島国じゃない人は割とそう考えるんですよ。で、ちょっと偏見も入りますけど、例えば道端にゴミが落ちてる時に、そのゴミを拾って捨てる人って日本人には結構多いんですよね。別に自分が落としたゴミじゃなかったとしても、なんかゴミが落ちてたらそれ拾ってゴミ箱に入れた方がいいじゃん。そうすると綺麗になるじゃん。っていうのが当たり前な感覚の人が割と多いんですけど、要は自分の生活しているテリトリーが良くなることは自分にとって良いよねっていうふうに考えるんですけど、割とアメリカの人たちとか、それ俺の仕事じゃなくて他の人がやるべきことだよねっていうのが割とかっちり離れてるんですよ。要はゴミ掃除の人でもゴミが少ない方が掃除が楽になるじゃないかっていう風なのが考え方として日本はあるんですけど、割とフランスだったりアメリカだったりの人たちって、それはあの人たちのやることで俺のやることじゃないよねっていう、あの人たちっていうのは自分たちと違うっていうのが結構明確に考えてたりするんですよね。で、最近じゃあなんか日本がウクライナの難民を受け入れようみたいなことを言って、結構なんか白人で青い目の人だからみんなに助けようってなってるんですけど、
でもともとじゃあそのミャンマーの方でロヒンギャの難民の人たちだったりとかシリアの難民の人たちだったりとかでヨーロッパだとアフリカの方の難民の人たちっていうのがもう何十年とずっと発生してて、でその人たちを受け入れないっていうのは日本はやってて、でヨーロッパはそういう人たちも受け入れつつウクライナの人も受け入れるよねっていう風になってるので、でその難民ってある種その言い方悪いんですけどほぼ無限に増えてくんですよ。その結局じゃあ世界中が平和だったらいいんですけど、必ずどこかで紛争があってで必ず難民があるので、じゃあ難民ウェルカム難民さん歓迎ですってやるとバンバン来ちゃうんですよね。でさすがにもうこれ以上きついよね難民増えるのはっていうので、そのフランスだったりとかがもう移民とか入れないようにしようぜとか言ったり、ハンガリーとかだったりもう割とそのナショナリズムが強かったりっていうのがあったりするので、なのでそこら辺のなんかその正義として難民は少なくなった方がいいよね受け入れた方がいいよねっていうのと、世の中それで綺麗事だけで回る話じゃないよねっていうのが結構そのごっちゃにしちゃってる人が多いんですよね。で今回のタイトル恩とその権利と恩の違いは分からない人たちっていうのにしたんですけど、スペインのバルセロナでホテルをやってる日本人の人が YouTube でやってたんですけど、そのホテル代が払えなくなった人がいるんですよね。で毎日1日1万円ぐらいでホテル代を貸してたんですけど、でじゃあもうお金払えないっていうことになって、でじゃあただ1ヶ月後にお金が入ってくる可能性があるから、じゃあその時にじゃあまとめて払うよと。なので1ヶ月後に払いますっていう契約書を書いたんですね。そのイタリアの、イタリア系の外国人の人が、その日本人宿なんですけど、でそこでじゃあ1ヶ月後に経ったらお金を払わなかったんですよ。でその1ヶ月以上タダで住んでるからいやふざけんなと。で警察に行ったらその警察が言ったことはそれはもう居住権持ってるよね追い出せないよねっていう話なんですよ。要は最初はかわいそうだからオンとしてじゃあ住んでいいよそこまでね。でじゃあそのなんか何日までお金が入るんだったらそれまで外でなんかじゃあ野宿とかも大変だから住んでいいよっていうので親切をしたんですよ。でもその瞬間から住んだ場合に居住権が発生するんですよ。で居住権が発生してでさらにその契約行為をしましたと1ヶ月間は住んでいいよその後1ヶ月後に家賃を払ってねと。でただ家賃が払えないっていう払おうと思ったけど払えないという民事上の状態でそのお金を払わないでホテルの部屋を不法占拠してるわけではないという法律になっちゃって、そこは住む権利っていうのが発生しちゃうんですよ。で要はコメントで今恩をあだで返すのって恩をあだで返すのって書かれてるんですけど、かわいそうだから住んでいいよっていう恩だと思ってやってるんですけど、実はそれは恩ではなくて権利が発生しちゃうんですよ。そこに住む権利っていうのが。要はそのホテルに居住権なんか発生するかって方なんですけど、ホテルだろうと普通の家だろうとアパートだろうとその部屋の持ち主の人が何月何日まで住んでいいですよいくらですよっていう契約をした時点で居住権が発生するんですよね。でそこのお金を払うか払わないかはそのお金を払う払わないっていう民事上の問題でもう警察が立ち入る問題じゃないよねと。なので日本人の人って割とその恩として人に対して物をやるんですけど、でもそれは返す必要もないんですよね恩って。でさらに恩としてあげたものが国とかルールによってはそれは逆に権利になるんですよ。で権利っていうのは返す必要がないんですよ。だって法律上認められてるものだから。なので権利をくれたんだだから権利を最大限行使しますっていうのも法律上正しいんですよね。っていうのがあって、そのなんか日本人って割とそこをなんか恩とか権利をごっちゃにする人が多いので、じゃあその他の国の人がどういうふうにものを考えてどういうふうにその動くかっていう時に、いやいや日本人だったらこれないよねみたいなのが、それ日本人の考え方が実は特殊で、その欧州とかアメリカとか契約社会とか法律の社会に行くと、その恩なんて別に法律上何の権利でもなくて、法律上に認められてる権利の方が重要だよねっていう形になったりするんですよね。っていうのがあったりするので、外国のそのなんかニュースだったり事件だったり日本人的な感覚で理解するのはいかがなものかなと思うんですけど、はい。権利でも金払わなきゃダメじゃね。もちろん金を払わなきゃいけないんですけど、それは金を請求する権利が生まれるだけで、その部屋を追い出す権利っていうのが生まれないんですよ。で、そのバルセロナの日本人宿の人が最終的にどうしたかっていうのが、居住権があるっていうのはその人がその部屋に住んでる限り居住権があるんですけど、ただその人が住んでない場合は居住権が発生しなくなるんですよね、当然。なのでその人たちがなんか2人カップルで住んでたらしいんですけど、カップルが出てったと同時に
鍵を変えて、もうその部屋に入れないようにして、荷物を全部ホテルの外に出して、で、追い出して、屈強なおっさん連れてきて、24時間その部屋に入れなくしたんですよ。で、24時間その部屋にいなかった場合は、居住権が成立しないっていうスペインの法律らしいんですよね。っていうので、ほっぽり出された荷物を持ってしぶしぶいなくなるみたいなオチがつくんですけど、っていうので、やっぱり法律に対しては法律でやらなきゃいけないんですけど、結局その屈強なおっさんと鍵を変えるっていう、暴力的な行為が必要になるっていうのが、なんかスペインらしいなと思いました。はい。